皆さん、こんにちは。まなみです。今回はこちらのメイベリンのスーパーステイルミマットリキッドファンデーションをレビューしていきます。日焼け防止効果はおそらくなくて、6色展開になっていて、私は N20 番を購入しました。商品の説明を読みますと、リアルスキンフィルム処方で、薄膜が肌と一体化するように密着。崩れにくいのに心地よい。重ね塗りでお好みのカバー力に、あと毛穴レスで透明感のある肌へと書いてあります。この商品を予約するときに、元々あったこちらのフィットミーファンデーションと何が違うんだろうと思って購入したんですが、気になったので比較をしてみようと思います。なので半眼ずつ塗ってみて7時間検証とマスク検証していきます。手に出してみるとこんな感じでワンプッシュずつ出してみました。左がスーパーステイで右がフィットミーのファンデーションです。フィットミー120番のカラーを購入しています。色味が違くて今回購入した方が少し明るめです。テクスチャー的にはスーパーステイの方が緩めのテクスチャーで肌にのせた時も軽くて、フィットミーの方がスーパーステイに比べると重ためなんですけど、それでも肌にのせた時は薄く伸びるので軽いです。でどちらも匂いはほぼ原料の香りがするくらいです。ということで早速塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めから塗っていきます。エチュードのスンジョンディレクターズモイスチャー UV SPF50 プラス PA4 プラスです。これを全顔にまんべんなく塗っていきます。それでは新しく発売されたファンデーションから塗っていきます。化粧ポーチに入れた時に入れ方が悪かったのか、少しこちら側が浮いてしまっているんですよ。ファンデーションが乾かないか心配なんですが、とりあえず塗っていきます。すごく伸ばしやすいですね。で、伸びると少しマットになる感覚で、テクスチャーが面白いです。カバー力はそんなにないかなっていう感じで、赤みは結構まだ見えています。肌の色ムラが少ない方だとこれ1本でいいんじゃないかなっていうカバー力です。左側だけに塗ってみました。おでこはこんな感じです。光がかなり入ってきているので遮ってみるんですが、このくらいのカバー力で、こういうニキビとかの赤みは全然透けていますし、あと黒ずみもうっすら透けてはいるんですけど、おでこであればこのくらいのカバー力でも全然いいかなと思います。ですごいなと思ったのが、こちらツヤの日焼け止めを塗っているのでこんな感じなんですけど、ファンデーションを塗った方はそのツヤが抑えられていて、ただファンデーションを塗っただけなんですけど、少しパウダーを重ねたかのように綺麗にツヤを減らしてくれているので、そこがすごくいいファンデーションだなと思います。頬は塗っていない方と塗った方を比べるとこんな感じで、こちらも光を遮ってみようと思うんですが、全体的な赤みは全然見えていますよね。私は主査があって目の下は赤みがそんなになくて、ここから始まっているんですけど、ここがくっきり見えているなっていうのと、あと黒ずみとかも少し薄くはしてくれているんですけど、まあ普通に見えるなっていう感想です。でもナチュラルで毛穴落ちとかよれとかがなく塗れているので、重たくないファンデーションが好きな方にはぴったりだと思います。鼻もこんな感じで黒ずみが薄くなっているので、ナチュラルであまり塗っている感が出ないようなファンデーションです。あとこんな感じでツヤがあったのがこのくらいまで減っているので、下地とかで肌をマットにしているとさらにマットな仕上がりになると思います。それでは反対側にフィットミーを塗っていきます。塗り心地的には新しいファンデーションの方が塗りやすいです。フィットミーよりもムラになりにくいかなと思います。こちらの方が乾くのが早い気がするので、塗りやすいのは新しい方のファンデーションですね。でこちらの方がその場にとどまる感じがあって、うまく塗れないとムラになりやすいんですけど、その分肌にピタッと乗ってくれるので、カバー力が高くなっています。
両方塗ってみました。おでこはこのような感じです。光を遮ってみるとこのようになっていて、動画だと分かりづらいと思うんですが、肉眼で見るとフィットミーの方がカバー力が少しだけ高いです。ただどちらも素肌感を残したようなカバー力で、本当にローカバレッジっていう感じなので、塗った感はそこまで出ないファンデーションかなと思います。で、頬と鼻をお見せするとこんな感じで、こちらがフィットミーを塗った方なんですが、鼻落ちもないですし、よれは若干見える部分もあるんですけど、そんなに気にならない程度なので、今日は綺麗に塗れているなと思います。で、こちらの新しく発売された方はとても塗りやすかったですし、毛穴落ちもしていなくて、よれもあまりないかなって思います。フィットミーよりは塗りやすさを感じました。ただカバー力に関して言うとこんな感じで、どちらもナチュラルなんですけど、全然こちらの方が赤みが見えているので、肌悩みが多い方が使うと物足りなく感じるかもしれません。それではパウダーを重ねていきます。シャネルのプードルユニベルセルリブレーヌ20番です。ベージュ系のパウダーなのでカバー力が少し上がるかと思いますが、同じ量を重ねていこうと思います。パウダーを塗り終えました。完璧にサラサラというよりは少ししっとりしているくらいに仕上げました。塗りすぎるとパサッとしてくるかなと思ったので、いつもより気持ち少なめに塗っています。それでは7時間検証していきます。こちらは3時間後の動画です。おでこはこのような感じで、塗った直後と比べてそこまで変わっていませんが、フィットミーファンデーションを塗った右側が少しだけツヤっとしてきたかなっていう気がします。おそらく頬を見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、この辺りをご覧いただきたいんですが、スーパーステイと比べるとこちらの方がツヤっとしています。まだ3時間では多少の差があるかなくらいなので、そんなに大差はないんですけれども、じっくり見たら分かるくらいの差があります。肌自体はまだ全然綺麗に見えていて、両方とも崩れたりもしていないですし、毛穴落ちもないので綺麗な状態を保てています。こちらは5時間後の動画です。おでこはそんなに差がなくて、頬は結構差が出てきたかなと思います。この辺りとか、あと鼻の横のツヤっとしている部分もこちら側の方が多いです。こちらのスーパーステイの方はこの辺りはまだマットでサラッとしていますし、ツヤが少ないなっていう風に感じます。こちらはこの辺りはツヤっとしていて、その外側はサラッとしている感じなので、右側の方がツヤツヤしています。ただどちらも崩れたりとかよれたり、あとは毛穴落ちもしていなくて、ツヤ以外は3時間後とほぼ同じなので、持ちはとてもいいです。ただスーパーステイの方がさらに持ちがいいのかなっていう印象です。こちらは9時間後の動画です。おでこを見てみると両方とも綺麗にツヤっとしてきているんですけど、やはりこちら側の方がツヤ感は強いです。で、頬と鼻を見てみると、この辺りはかなり差が出ているかなと思います。動画だと分かりづらいかもしれませんが、肉眼で見るとまだこちらの方がマットに見えるので、皮脂が出やすい方は新しく発売されたファンデーションの方が肌に合うかなと思います。でも両方とも肌自体は綺麗に見えていて、毛穴落ちとかよれとかもないですし、変にザラついてきてしまっている部分もないので、両方ともキープ力は抜群です。塗った時はフィットミーの方がカバー力が高いかなと思っていたんですけど、馴染んできたのか両方とも同じくらいになってきました。なので意外とそこまで差はないかなって感じています。
それではメイク直しをするのでティッシュオフしていきます。この商品はキープ力が高いので皮脂を押さえただけでもほぼ元通りになります。ただこちら側は少し赤みが出てきていてカバー力は若干落ちているかなと思うので重ねていきます。スポンジにファンデーションをつけてから塗っていきます。でスポンジは濡らしている状態なのでまあまあ塗りやすいですね。反対側は全く塗らなくていいと思いますがフィットミーを塗ったのでこちら側も上から重ねていきます。少しざらつきは出てしまいましたね。でもそこまでひどくもないかなっていう感じです。頬だけメイク直しをしてみました。ティッシュオフをすることによってこれくらい綺麗になります。頬はこちら側は結構綺麗に治ったんですけど、こちらはこの辺りにざらつきが出てしまいました。直す時は一度パッドとかで落としてからもう一度塗り直すか、それかティッシュオフだけで終わりにした方がいいと思います。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは今日も日焼け止めから塗っていきます。2倍速でご覧ください。それではこちら側にスーパーステイを塗っていきます。今日はスパチュラで塗ってみようと思います。で、濡らしたブラックスポンジで伸ばしていきます。スパチュラでもまあまあ綺麗に塗れますね。上から重ね塗りするのも OK って書いてあったんですけど、今近くで見てみたら少しざらついている部分があるので、重ね塗りはしないでおきます。反対はフィットミーを塗っていきます。おそらく両方同じくらいのカバー力になっているので、このままパウダーを塗って検証していきたいと思います。まんべんなく塗っていきます。パウダーまで終わりました。アップで見るとこんな感じです。今日も綺麗に塗れています。パウダーを塗る前は少しざらつきが気になる部分とかはあったんですけど、パウダーを塗ったことによってこういう部分は目立たなくなっているので、パッと見た時に綺麗に塗れているなと感じました。薄付きでナチュラルな仕上がりになっています。それではマスクをして4時間検証していきます。マスクをつけてから4時間後の動画です。おでこはまだ両方ともさらっとしています。で、頬を見てみるとこんな感じで、両方ともこのマスクがよく当たる部分の崩れが少ないです。ほぼ同じぐらいの崩れ方かなと思うんですけど、パッと見た時に綺麗かなと思ったのは新しく発売された方です。こちらの方がファンデーションが取れているっていう感じで、こちらはちょっとよれている部分とかがあるので、本当にわずかな差ですし、今日のマスクの当たり具合にもよると思うんですけど、少しだけ崩れが目立つかなっていう気がします。でもほぼ同じくらいです。で、あとはこちらの皮脂が出やすい部分を比べると、やはり新しく発売された方がテカリが少ないかなっていう気がするので、これも多少の差なんですけど、新しい方が綺麗かなと思います。
マスクの中はこんな感じで、マスク写りはフィットミーの方が多いですね。スーパーステイよりも液がしっかりめで肌によく乗る感じがあったので、その分多くついたのかなと思います。あとはパウダーの色もあると思うんですけど、こんな感じです。下はまあ両方ともうっすらついているかなくらいです。マスクにはちょっとついていますが、肌自体を見てみるとそんなに崩れたりはしていないので、持続力は高いファンデーションだと思います。スーパーステイルミマットの長所は薄く密着してくれて、ブラシだと特に伸ばしやすくてムラになりにくいですし、マットで長時間テカりにくいです。とってもナチュラルに肌をきれいに見せてくれるファンデーションだと思います。短所としてはカバー力の低さなんですけど、肌悩みの度合いによっては物足りなく感じる方も多いかと思います。私は昔はカバー力が低いファンデーションはあまり使わなかったんですけど、最近はベージュのパウダーをしてしまえばある程度赤みとかが透けててもいいかなって思えるようになったので、全然使えるファンデーションです。特に夏に活躍すると思うので、暑くなってきたらおすすめかなと思います。フィットミーはスーパーステイルミマットより少しだけカバー力が高くて、マット感も控えめというか、生地が出てきてツヤが出やすいと思います。多少の差なので、気に入った方を購入していただくのがいいかなっていう感じです。私はスーパーステイルミマットの方が塗りやすくて軽い仕上がりなので、そちらを使うことが多くなりそうです。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。